どうも翔太郎です。いや皆さん、コンプのパラメーターってなんか名前も難しいしややこしくないですか？カタカナばっかりで世界史の授業かよってツッコミしたくなるところですけど、コンプの処理の流れを理解しようとしながら覚えると結構スッと入ってくるんですよね。というわけで僕も昔は苦手だったコンプのパラメーターについて今日は完全理解していただこうと思います。質問があればコメント欄の方にガンガン書いてください。それでは行こう。今回でコンプシリーズ2回目になります。前回をまだ見てない方はそちらを見てからの方が理解が深まるので、ぜひそちらを見てからご視聴ください。今日話していくことはこの2つ。まずはコンプの処理の流れをおさらい。前回話したことをおさらいしていきます。そしてパラメータを処理の流れに当てはめるっていうことですね。2番目が今日の本題になります。今日のゴールはパラメータをコンプが今何をしているかで捉えることですね。これができるとつまみを動かす時の意味が見えてくるので、すごく理解しやすくなります。ではまず前回の復習から入ります。前回の話を一言でまとめると、コンプは音量を下げる道具っていうことです。そしてその音量を下げる道具であるコンプは3つのステップで動いていくっていうことですね。でその3つっていうのは、1つ目、大きい音が入力される。2つ目、その大きい音を圧縮する、小さくするってことです。この1と2の部分が効果としてのコンプということになります。そして3番目、その状態で音量を上げる。これが機材としてのコンプということなんですけど、この3番目をすることによって音圧が上がるということになります。この処理の流れにパラメータを当てはめていきます。で、ここで重要なんですけど、パラメータを覚えていくにあたって、この処理の流れに注目するってことが重要なんですね。パラメータをバラバラには覚えないということです。パラメータを覚えるときは、コンプの処理の流れのどこを動かすかっていうのに注目して各パラメータを覚えていくっていうことになります。パラメータ単体ではなくて、コンプが今何をしているかっていうのを認識しながら動かしていくっていうことになります。どの順番でどこに作用するかっていうのが分かれば、動かす意味も分かってくるんです。じゃあ一つずつ見ていきます。1、一定音量の大きい音が入力されるという項目ですね。ここに対応するパラメータは2つになります。まず1個目が入力ゲインですね。単にゲインって言ったりもします。コンプへ入力される時の音量のことになります。コンプに送り込む音量をここでまず決めるっていうことですね。で次、スレッシュルドです。大きい音として認識させる値を決める。これ式値と言ったりします。このスレッシュルドで設定した値より大きい音量が入力されると、それを大きい音として認識して、その部分を圧縮、小さくするっていうことになります。で、スレッシュルドを下げるっていうことは、もっと小さい音まで大きい音扱いするっていうことになります。例えば、スレッシュルドをマイナス20デシベルに設定していて、そこにマイナス10デシベルとかが入ってくると、コンプが、大きい音が入ってきたなっていうことで、そのスレッシュルドより大きい部分を小さくするっていうことになります。で、スレッシュルドを例えばマイナス30デシベルに下げると、マイナス30デシベルより大きい音を圧縮していくっていうことになります。で、ここで何が決まるかっていうと、圧縮される音とされない音が決まります。スレッシュルドを超えたものだけが次の圧縮の工程に進んで、超えなかったものはそのまま素通りするっていう感じですね。入り口でこう仕分けていくみたいなイメージですね。で次、その大きい音を設定した値まで圧縮するという箇所なんですけど、ここは項目が多いので、スライドを2枚に分けて解説していきます。まずレシオですね。どのくらい圧縮するか、圧縮率のことになります。例えば4対1、8対1、ここには書いてないですけど10対1とか20対1とか、もしくは無限対1っていうのもありますね。数字が大きいほど圧縮率が高く、より強く圧縮されるってことになります。これちょっと分かりにくいかもしれないので、図を出して解説していきます。これが圧縮率4対1の図ですね。このオレンジ色のラインがスレッシュルドの値で、つまりこちら側がスレッシュルドですね。でここが実際に入ってくる音量になります。で、音量が小さいうちは何もしないんですけど、音量がスレッシュルドを超えたあたりで音量を実際の音量より小さくしていきます。で、この時の圧縮率を4対1にするということになります。元々の音量の4分の1に圧縮していくってことになります。で次、圧縮率8対1ですね。これ見てわかるように、さっきのこの角度より角度がきつくなってますね。より強く圧縮されているってことになります。で次、圧縮率無限対1ですね。これもう見ていただくと真横になってますね。つまりこれ無限対1の時はスレッシュルドの値を超えることはないということになります。
で、余談なんですけど、この無限対1っていうのはリミッターの動作になります。リミッターっていうのはコンプと基本的には同じなんですね。圧縮率が無限対1になっているのがリミッターということです。で、次、2位ですね。これはちょっとあんまり分かってない人も多いんですけど、コンプがかかり始めるまでの滑らかさってことですね。2って英語で膝っていう意味なんですけど、膝のこのカクってなってる部分を表しているんですね。よくハード2とかソフト2とかいう言い方をするんですけど、ハード2はカチッとかかると。で、ソフト2はぬるっとかかる。で、ここにデジタル的、アナログ的って書いてあるんですけど、これはデジタル、アナログっていうのはあんま関係なくて、なんとなくカチッとしてるイメージってなんかデジタルっぽいですよね。で、ぬるっとしてるのってアナログっぽいですよね。なんとなくそんなイメージだと思ってください。もちろんデジタルでもハード2のやつもあれば、ソフト2のやつもあるし、アナログでもハード2のやつもあればソフト2のやつもあるので、そこは誤解しないようにしてください。2は図で確認していくと分かりやすいと思うので、ちょっと見ていきましょう。まず、ハード2ですね。ハード2っていうのは入ってきた音量がコンプでかかるわけですけど、この時に結構割とカクッと曲がってますね。この角度が割と鋭角で。で、これだけだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ソフト2を見ればちょっと分かると思います。ソフト2っていうのは、ここの部分ですね。この部分が、ハード2は結構カクッとしていた。でも、ソフト2はなだらかですよね。この違いになります。2っていうのは、コンプのかかり方の、音楽的な自然さというんですかね。その辺をコントロールするのにすごくいいので、実は上級者の方とかは結構2の値こだわってたりとかもします。で、この2つ、レシオと2の値で、どれだけどういうカーブで圧縮するかをここで決めているということになります。2のその大きい音を設定した値まで圧縮するっていう項目の残り2つあるんですけど、それがこちらになります。ここはアタックタイムとリリースタイムっていうのが入るんですけど、これコンプの中でも一番誤解されやすいパラメーターなんですよ。なので、この2つは3番目の動画で詳しくやるので、今回はまず処理の流れのどこに入ってるかを押さえてもらえば大丈夫です。まず、アタックタイム。圧縮を完了する、下げ終えるまでの時間ですね。アタックタイム早めはすぐ下げ終える。遅めはちょっと時間をかけて下げるということになります。図にすると、アタックタイム遅めっていうのは、この部分ですね。入ってきた音をヒューッと落としていって、ここで下げ終える。みたいなイメージですね。で、アタックタイム早めっていうのは、さっきと違ってスーッと落としていって、スレッショルド値まで持っていく。みたいな感じです。ここの三角形の部分の面積が違うと思うんですけど、アタックタイムっていうのは、ここの三角形の面積をどれぐらいにするか、鳴っている音の長さをどれぐらいにするかっていうところで考えていくと分かりやすいかもしれません。で、次、リリースです。リリースは圧縮を終えて元のレベルに戻るまでの時間ということになります。どれぐらいの速さで圧縮を解除して元の音量に戻すかっていうことを決めるものになります。早めはすぐ戻す。遅めはゆっくり戻すということになります。図を確認すると、リリース早めの時は、スレッショルド値を下回ったものがスッと戻ってくる感じです。で、リリース遅めは、スレッショルド値を下回った音がゆっくり戻っていく形になります。で、これ見ていただくと、これ最初の音量がこのラインなんですけど、戻ってないですよね。で、リリースを遅めにすると、戻りきらないっていうことがあったりします。逆にリリースを早くしすぎると、圧縮のオンオフが激しくなって、ポンピングって言われるうねりが出ちゃったりします。今ちょっとザーッと解説しちゃったんですけど、コンプを音圧を上げるものだっていう風に思ってると、このアタックリリースの理解が逆になっちゃうんですね。でも、コンプが音量を下げるものだと分かってれば、アタックリリースが非常に理解しやすくなります。詳しくは次回の動画でもっと深掘りしますので、お楽しみにしていてください。では最後に3、出力のところですね。その状態で全体の音量を上げるってことですね。これは機材としてのコンプのお話になります。ここに入るのがアウトプットとかメイクアップゲインって言われるやつですね。これは圧縮で下がった分を全体で音量を持ち上げるということになります。2で下げた音量をここで埋め戻すってことですね。結果として音圧がアップするということになります。で、ここで一つ大事なことを言いますね。前回も言ってるんですけど、アウトプットはあくまでおまけになります。本来の下げる仕事、コンプの仕事は2までで、ここは便利だからついているってことになります。実際、作業の中でアウトプットを戻さないっていう場合も実は結構あったりします。基本的には戻すんですけど、作業の流れの中ではアウトプットを戻さないで使うっていう場合もあったりします。で、あと、オートゲインっていうのがついてる機種では、自動で埋め戻してくれるっていうものもあったりしますね。
これは楽でいいですよね。で、ここで一度全体を整理します。コンプの処理の流れとパラメータの対応を並べるとこうなります。1、入力、大きい音を認識するっていうところですね。ここでの項目はゲインとスレッショルドになります。2、圧縮ですね。下げる量、タイミングってことですね。ここでのパラメータはレシオ、2、アタックタイム、リリースタイムになります。で、この2までが効果ですね。効果としてのコンプです。3番は出力、全体を埋め戻す作業ですね。ここはアウトプットとかメイクアップゲインっていうものですね。ここは機材としてのコンプになります。パラメータの場所が分かればつまみの意味が分かりやすくなるってことです。ここが今日の核です。例えばスレッショルドを動かしたいとき、それは1の話なので圧縮される量が変わるんだなってイメージできます。アタックタイムを触るときは2の話なんで、その圧縮をどれぐらいのタイミングでやるのかなっていうことが分かります。バラバラに暗記しようとしてた時と違って全然違いますよね。LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中。ではここでは各パラメーターが実際音に対してどういう影響を及ぼしていくのかっていうのを見ていきたいと思います。で、ゲインとスレッショルドに関しては割と理解しやすいと思うので、ここでは割愛します。あと、アタックタイムとリリースタイムに関しては次回深掘りの回になりますので、そちらに回したいと思います。今回はレシオと2を見ていきたいと思います。まずはスネアの音を用意しましたので、ちょっと一回聞いてみてください。はい、このようなスネアの音を用意しました。ではまず先ほどのスネアに対して、コンプをかけていきたいんですけど、すでにスレッシュルド値は設定してありますので、まずレシオを動かしてコンプをかけていきたいと思います。レシオを何段階かに分けて音を聞いていきたいと思います。まずレシオ1対1、かからない状態です。はい、レシオ1対1はこんな音です。レシオ2対1。これでコンプはかかり始めました。さっきよりここが小さくなっていますね。で、次、レシオ4対1。さっきよりもここが小さくなっているのがわかるかなと思います。で、次、レシオ8対1。さらにこの部分が小さくなったのがわかるかなと思います。そしたらちょっと極端にレシオ30対1とか言ってみましょうか。そうするともうかなり小さい感じになっていますね。どんどん圧縮率が高くなっていきます。で、今度は2のかかり方を見ていきましょう。今回はレシオは4対1に固定してあります。まずは一番ハードにですね、カチッとかかる状態。これを聞いてみます。カチッとしっかりかかっていますね。ではこのハード2を一番ソフト2側に寄せてみます。ここを見ていただくとなだらかになったの分かりますか？こういうカチッとしていたのがこういうぬるっとする形になりましたね。連続的にこう変化するので分かりやすいですね。でこの状態で聞いてみましょう。ソフト2。もう一回ハード2にして聞いてみますね。ドア玉のパチっていう部分とかに結構違いがありますね。これソフト2でハード2。このように実際音を聞きながらつまみを動かしていくと、そのつまみで音がどういう風に変化するのかっていうのが非常に分かりやすくなると思いますので、ぜひ試してみてください。ということで今日はパラメーターはコンプの処理の流れで理解しろっていうお話をしました。今コンプが何をしているのかっていうのが見えれば、どのつまみを動かせばいいかが迷わなくなります。各パラメーターを処理の流れに当てはめて覚える、これだけです。次回はアタックとリリースをもう一歩深くやります。確信を持って動かせるようにしていきましょう。今後もこういった機材の解説動画や仕事の進め方とか皆様のお役に立つような情報をガンガン流していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。概要欄に LINE 公式とか Instagram の情報も載せてますので、そちらもぜひよろしくお願いします。質問があればコメント欄の方にガンガン書いてください。質問いただいた内容は動画にしたり、もしくは直接返信させていただくような場合もあったりします。皆様の質問が他の人たちの学びになったりもしますので、ぜひガンガン書き込んでください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。